はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の公式テレグラムおよびディスコードの方で、僕の方で重要だと思ったものを抜粋して紹介の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、XRP のイーサリアムサイドチェーンは FLR を、リリースするための脅威というか、後押しのようなものでしょうかという、いう質問ですね。これ何かと言いますと、先日ですね、イーサリアムの仮想マシンと互換性のある XRP レジャーのサイドチェーンのテスト版っていうのがリリースされたんですよ。で、それがフレアと競合するんではないかっていうね、質問に対していろいろですね、意見が出ております。で、実はどちらでもありませんと。私たちは、この分野のどの商品もですね、競合とは考えていませんと。で、フレアの使命は、業界全体を補完し、できるだけ多くのチェーンプラットフォーム、レジャー、データベースの橋渡しをすることですということですので、もっとね、大きな視野で、フレアを見ているということで、全然ね、競合するものはね、ではないということですね、答えられてます。で、そして、あと、デリゲート中にスナップショットが発生した場合、デリゲートした WFLR は残高に含まれるのでしょうかということで、これね、僕の方に質問が LINE から来てまして、で、それでね、まあ、この質問に対しては、デリゲートした WFLR が残高に含まれないってなると、デリゲートすることができなくなってしまいますので、残高に含まれるはずだと思うんですけども、一応念のためですね、僕の方で確認させていただきました。プロジェクトリーダーの方ですね、テレグラムの質問させていただきまして、そしたらもしですね、毎月のエアドロップ FLR の報酬について具体的に質問しているなら、WFLR の残高だけが問題になりますと、このガバナンス提案が通過した場合、ですので WFLR の残高だけを見ていればいいっていう形ですね。で、毎月のエアドロップの報酬は参加者の WFLR の残高に基づき、比例配分されますということですので、ちょっとね、まだ不明確なところ残るかもしれませんが、一応ですね、デリゲートした WFLR の残高に含まれるということですね。で、まあ、実際に始まったらですね、実際にデリゲートしてみて、進捗状況をね、進めていきたいと思います。はい、続いて、フレアネットワークは自分たちの財布を持ってないのかということで、フレアのチームはソングバードとフレアネットワークを構築してて、そのコアのプロトコルを構築していますと。だからそこで展開つくデフィ製品だったり、DEX だったり、ウォレットっていうアプリケーションは、サードパーティーですね。他の当事者が構築するものですので、フレア自体が、そのウォレットっていうのを作っているものはありませんということですね。で、FTS へのデリゲートは配布後すぐできますかということで、はい、トークンエアドロップでシグナルプロバイダーの FLR のデリゲートが可能になる予定ですということで、もっとね、明確になってきましたので、こちらね、もう一度言及をしております。で、続いて、どうしたら FTS をプロバイダーの DApps を見つけることができますかということで、プロバイダー自身がウェブサイト上でデリゲーションのDApps を用意しているところもありますということで、FTS を au とかですね、だからその FTS のサイトに行けば、大体ね、それでデリゲートできるようなメタマスク接続したりしてね、ですので、またね、始まったら僕の方でマニュアル作成していきたいと思います。で、FTS をデリゲート報酬プールから配布されるトークンには FTS をプロバイダーの手数料がかかるのでしょうか。私はそうではないと思いますが、FTS を通じたトークンと配布と書かれているので念のため確認したいと。で、いいえということですので手数料は含まれません。はい、で、トークンを様々な取引所に送り始めたら、最新情報を提供してくれるのでしょうか。例えばビットリューのユーザーに割り当てられたトークンの 100% が彼らの手元に届きましたみたいなということで、随時アナウンスあるのかということで、それに関してはいいえと。ただ私たちの側での、フレア側での最初のトークンエアドロップは数時間続くので、それがいつ起こるかっていうのはコミュニティに通知しますと。取引所のトークンもそこには含まれていますということですね。あとは取引所の発表をおのおのね、確認してくださいと。はい、で、配布に何日もかかると思っていたのにということで、実際配布自体はですね、半日以内でね、終わるようです。結構ね、ソロジェニックとか他にも大きなエアドロップね、XRP ホルダーあったんですが、ソロジェニックの場合は数日かかったんですがね、フレアの方は半日以内ということですので、まあ、分散化されて配布するので早いんでしょうかね、ということです。で、続いてフレアには FLR をベースにしたプロジェクトや FLR に移行するプロジェクトに対して何らかの助成制度があるのでしょうかということで、そうです、はいということですので、開発者ね、フレアで展開する場合は助成金もらって開発することもできると。まあ、申請とか必要になるかと思います。
はい、続いて、各取引所における FLR、IOU の価格はいずれも大きく異なっており、FLR を真に反映したものではありませんということで、これですね、僕の方にも結構質問あるんですが、IOU っていうの価格っていうのは本当の価格ではないので、今実際の FLR には価格はありません。まあ上場もしてませんので、まだね、ローンチもしてませんので、ですので、そちらね、ポルニエックスとビットリューの FLR なのか、FLR のね、価格が違っててもそれは当然で、実際の FLR の価格ではないってところに、注意してくださいっていう形ですね。はい、で続いてですね、トークンエアドロップから投票までの間、ペナルティなしにフレアを売却買い戻せる印象を抱いているのですが、それとも私がこの提案を誤解しているのでしょうかということで、理論的には可能ということで、これ何かと言いますと、トークンのね、エアドロップした場合は、いくらかね、売る方っていうのは必ずいるので、相場の方がね、下がる可能性があるということで、先にね、売って後で買い戻そうって考えてるんですかね。で、こういう質問が出てるのかと思いますが、だから投票までにね、投票が終わったら、その後、毎月のエアドロップに移ってくるので、投票までに買い戻していればね、その後は影響を受けませんよね。だから、そのことについて質問されてるんですけども、それは理論的には可能ですが、この提案に対する投票権は1月14日、最長でね、1月14日までに行われる可能性がありますと、投票が。で、それに対して、しかし、1週間の通知があるじゃないですかと。1週間の投票通知と1週間の投票期間があるので、1週間の通知の間に売却購入しても問題ないのでしょうかということで、その前に売却購入する必要があるのでしょうかということで、基本的には FLR の3分の2が分配され、それぞれの所有者の手に渡れば、投票が行われますと。で、投票のタイミングは投票権を持つ初期トークンの 66% が意図した受け取りに手に取り、投票可能になった時点か、それが迅速じゃなかった場合は1月14日になるということですので、つまり投票が行われるのは配布後いつでも起こる可能性があるって形ですね。いつ起こるかは分からないと。ただね、通知期間があるじゃないですかって先ほどの話には戻るんですけども、で、分かりました、ありがとうございますと。基本的には 85% の分配金を失わないためには投票が行われる、それがいつであれそれを前に売買を行う必要がありますということで、そしたらね、どういたしまして多かれ少なかれそうですと。もし売却購入の意思があるのであれば、提案の投票が早くできるようになる可能性があるっていうのは考えておいてください。投票がいつになるかわからないっていうのはそこは考えておいてくださいねということでコミュニティの方ねおっしゃってます。で、僕の方でねちょっと難しくなってきたので一体整理したんですけども、まずガバナンス提案が可決される場合と否決される場合がありますよね。で、それに対して XRP のスナップショットから参加する場合と、FLR の新規のエアドロップ参加者がありますよね。そのパターン別に分けてみました。で、ガバナンス提案がまず否決された場合に関しては、XRP スナップショット参加者っていうのは、初回の 15% を売却しても今後分割の 85% っていうのを受け取ることができます。で、新規に FLR を買って、参加しようってする方は、ガバナンス提案が否決された段階でもうそのエアドロップに今後ね、新規に参加することはできません。で、ガバナンス提案がじゃあ今度可決された場合、XRP スナップショットから参加されている方は、初回 15% 売却しても、通知期間ね、今後のエアドロップが決まる、投票が行われる通知期間の終了までに、買い戻しすればね、エアドロップ今後ね、85% もらっていく形になるかと思います。で、FLR の新規の参加者に関しては、通知期間の終了までに、新規購入すれば、エアドロップっていうのに参加することが、新しくね、エアドロップ参加することができます。ただね、これ、あくまでもね、個人的にまとめた見解になりますので、そっちは注意してくださいと。流動性が低くてね、買い戻しがそもそもできなかった場合や、通知期間中にそのトークン、FLR のトークンがどのように扱われるっていうのは不明なので、売買っていうのは必ず自己責任にてお願いいたしますということで、あくまでも参考の程度に留めておいてくださいという形になります。はい、で続いて、最後ですね、供給が少ないことを願っていますということで、供給が少ないとね、需要が上がるんで、こういった質問出てるかと思いますが、必ずしもそうではありませんと。トークンにはそのユースケースを満たすために大量の供給を必要とするものもあれば、少ない供給で済むものもありますと。で、様々なブリッジングメカニズムとシステム内での担保の利用を考えると、マクロ的な観点から見ると、1000億のトークンを持つことは非常に理にかなっていると言えるでしょうということで、これからね、F アセットとかいろいろ始まって、
で、大量にね、トークン2.5 倍の単価とかでね、使っていくので、そういった場合に関しては、そういったね、供給量が多い場合でも問題ないと、非常に理にかなっているということでね、僕もね、技術的な内容的な、マクロ的なところはちょっと詳しくないんでわからないですけど、一応こういうね、説明のをされてました。はい、ここまではね、直近の情報になります。で、僕の方ではね、毎日フレアの情報は精査してまとめております。できるだけ動画の方もね、毎日配信できるようにまとめておりますので、よかったら次の動画もね、また見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。